さて、始まりました。メロディーズ・オブ・ア・ジャーニー。このインタビューでは、著名人から身近な人まで、様々な仕事についている方々に、ご自身の人生の道をどのように築いてきたのか、そしてその過程で直面した困難や得た気づきについて伺います。将来に悩む学生として、私は仕事やキャリアをどのように見つけるのか、自分の興味をどのように追求すればいいのかを考えるきっかけになればと思い、この番組を始めました。私と同じような年代の同じような悩みを持っているリスナーの皆様にもシェアできたらなと思っています。さて、今日は音楽が身近な環境で育ってきた身として、第1回のインタビューには有名な作曲家、松本明彦さんをお迎えしようと思います。東京都世田谷区で生まれた松本明彦さんは、作編曲家、音楽プロデューサーとして活躍されています。早稲田大学在学中からプロとしての活動を始め、吉川晃司、サザンオールスターズ、チャゲ&アスカ、玉置浩二など、多くの著名な日本のアーティストの約1500曲の楽曲を手掛けてきました。映画音楽としては、踊る大捜査線、サマーウォーズなどの作品を手掛けて、第22回と第27回の日本アカデミー賞を受賞。2012年には、汚れた心でブラジルのアカデミー賞にあたるグランデプレミオ・ド・シネマ・ブラジレイロを受賞。近年ではハリウッド作品を含む国際的なプロジェクトにも参加されています。今日はよろしくお願いします。はじめまして、松本明彦です。今日栄えある1回目ってことで、はい。楽しくやりましょう。楽しくやりましょう。では早速始めさせていただきます。まずは、音楽に興味を持ったきっかけは何ですか？少年時代から音楽に触れていましたか？子供の頃からもう本当に音楽が大好きで、ピアノを習ったり、それからフルートを習ったり、それから家にね、いろんな種類の楽器がどういうわけか応接間とかに置いてあって、ハープだったりバイオリンだったりで、そういうのを遊び弾きで弾いてるところから音楽に対する興味っていうのが生まれましたね。じゃあやっぱり学生時代に特に影響を受けた作品や作曲家はいましたか？それがその職業として音楽を意識するきっかけになったりとか。父と姉も音楽やってたんですが、それよりも大きな存在だったのは叔父です。叔父は松本秀彦といって、日本のジャズ界の非常に人気のあるサックスプレイヤーで、勲4等っていう天皇陛下からの勲章をもらったりするようなおじさんだったので、だからプロミュージシャンというのがどういうふうに暮らしていって、でどんなふうに日常を送っているのかっていうようなことは身近に感じることができて、それが一番の大きな影響になったんだけど、音楽が多い環境の中ではやっぱり音楽一筋の生活だったんですか？幼少期は。それともごく普通の学生生活を送っていたという感じですか？だから子供から大人になるまでの間は本当にスポーツもやったり勉強も普通に勉強して、学校が、うちの姉は音大に行ったんだけど、僕は普通に早稲田だったので、全然いろんなフリーハンドで音楽じゃないことに対しての職業選択の自由もあったわけで、でも結局だからなんかいろんなことを試してみたり、勉強もしてこんな学問が好きだなとかって思ったりとかっていうのもあるんだけど、結局回り回って自分が音楽が好きなんだってことが分かったということで、バンドとかも組んでらしたってお聞きしたんですけど。そうバンドはもう高校生の時からやり始めて、割とスポーツとかに強い男子校だったので、音楽部ってのはブラスバンド部とかしかなかったのね。でバンドのサークルというかそういうのを作りたいって音楽の先生に言いに行ったらダメって言われて、予算もないしって言われて、なんで友達と一緒にバンドを始めて、学校の授業が終わったら新宿とかにある音楽の練習スタジオに行って、それで
友達とかはギター持ってきて、学校にギター持ってきて、でその後放課後にその音楽スタジオでバンドの練習する。でね、バンドの練習してるとそのうちその高校同士でなんとか高校となんとか高校となんとか高校でみんなでお小遣い持ち寄ってコンサートやろうっていう話とかが生まれてきて、そうするとチケットを自分で売らなきゃいけないんだけど、そのまあみんななんとか高校のなんとかくんのバンドとかっていうこのつながりの中でみんなでチケットを売ってお客さん呼んでっていうのを高校の同級生とか友達とかを呼んでコンサートをやるような風になっている。そうするとそこでだんだん音楽の友達っていうのも広がってきて、そうするとあそこにいるなんとか高校のやつうまいらしいよという風になってきて、でだんだん広がっていって、でもちろん僕もその時代から学生の中で有名になっていって、そしたら面白いことにその時に一緒にやってた人たちでやっぱり素晴らしい能力を持ってる人たちがいて、その人たちがその後プロになって一緒に仕事するようになって、で結果今本当に活躍している人たちとか、もう大御所になってしまっている人たちとかもその学生の時代に出会ってる何人かはそのまま今もつながってたりとかする。そのコンサート会場とかって路上とかですか、それともヤマハホールってとかそういうところ貸してくれんのね。小ホールとかみたいなところ、あとはライブハウスの午前中とか高校生でも貸してくれるのね。あとはね、そのライブハウスでアマチュアデーみたいなのがあるので、そういうアマチュアの人たちなんだけど、一応なんかテープのオーディションみたいなのがあって、でそこにオーディション通るとそのバンドが出演できたりして、大学1年かなの時にもう本当に有名な原宿のライブハウスにテープを持ってったら、大学生のバンドでテープを持っていったら、そこがでなんかね、レコード会社の主催の音楽コンテストとかで優勝したり、最優秀作曲賞とかもらったりとか、キーボード賞をもらったりとか、コンテスト嵐みたいにもうなっていて、でその時代の大学アマチュア音楽界では自分のことはもうそこそこ有名になってたりとかしていて、でだから結局そこから私も結果的には声がかかるようになってきて、それでもうプロの音楽家になってやろうじゃないか。だからその間にコンサートの仕事をある程度いっぱいやって、そうすると1年に大体どれぐらいのお金が稼げるのかなっていうのが分かってくるわけで、それが大したことない時はまあやめて1年留年しても別に早稲田大学の場合就職まだ諦めるってこともないんで、そういう選択肢はまああるだろうなと思ってたんだけど、そのうちだんだん仕事が単なるツアーで楽器を自分で運んでステージ上に自分でよっこらしょってセッティングして歌手の人のバックで演奏して帰っていくっていう仕事から、だんだんスタジオミュージシャンで偉い作家の先生とかに呼ばれて譜面見て弾いて帰るとかって仕事になってきて、仕事をやり始めてから全部で10人目ぐらいのアーティストに出会った時にもうすぐに曲っていうのが生まれたので、それでもうそろそろもうこれ大学辞めて専業のミュージシャンになっても自分は大丈夫だなっていうふうにそういう安全な自信がついて、でもその時にその後 1,2 年でもうサザンオールスターズからユーミンさんからその当時のね、その一流と呼ばれるアーティストからもう声がかかるようになってきて、当時から売れっ子だった。それでもうだから25、6歳の時にはもう一流のつもりで一丁前のつもりでいたんだけど、仕事の中にはやっぱり自分が思い込んでこんなことを絶対にやりたいっていうこともあるけども、大きな世の中の流れの中で
自分がどういうふうにやっていけばミュージシャンとして成功するのかっていうような運もあるし作戦もあるしっていうところがちょうどうまく自分の中で若い頃にうまくいったのでこういうふうな仕事がずっと続けてこれたのかなって。戦略がもう明確になった状態で、もうプロの音楽家になったというか、そういう感じですか？それともその戦略っていうのはもうなってから考え出したんですか？どんな人が音楽家かっていうとピンキリでしょ。その中でもやっぱり自分が音楽家としての人生をどうやって送っていきたいかっていうことを音楽ができるスキルを持っていることとは別に自分の人生をどうやって生きていくのかっていうことを真剣に考えている人しか成功はしないと思うので、じゃあやっぱりそれがそうなるとそれは音楽家の話のくくりだけではなくて人ってみんなそうなんだろうなってことになってくるのかなと思う。でもその仕事の中でモチベーションの維持ってどうやってなんですか？音楽に四六時中追われてるというか、寝る暇もない環境にいるわけじゃないですか。その中でもう限界に達しちゃいそうな時とかってどうしてるんですか？でもね、最終的には音楽が好きだから続けられるっていうこと、ありがちな音楽家に対してみんなが言う、自分のやりたいことがあるのにビジネスのためにやりたくないことをやるのは大丈夫なんですかみたいな質問があるとするじゃないありがちな、でもね、自分の本当にやりたいことっていうのはビジネスの中でやっぱりどっかで発揮できない本当にやりたくないことの場合は多分音楽やめちゃうと思う。だからこれ仕事だからしょうがないけどでもやって楽しいもんなっていうとこが必ずある。じゃあもう必ずそこに楽しさはあるんです。そうだから自分なりの俺ってこんなことできるんだよねっていう音楽でって他の人と違う何かをこう表現するんだよねっていうとこが発揮できる形に必ず持っていく。とさっきの話に戻るけど、その自分の戦略みたいなものがあるとすると絶対ここはクリアしとかないと次の人生にとってマイナスになってしまうっていうところは絶対にクリアしなきゃいけなくて、例えば今もらってる仕事が3つ4つあるとして絶対この仕事はちゃんと成功させてその仕事をくれたプロデューサーから絶対に次の仕事も取りたいっていう戦略だったりとか、そこのところがちゃんと自分の人生の組み立ての中で出来上がっていれば、モチベーション下がったからじゃあ俺やめますみたいな感じじゃなくて済むので、そうじゃないともう人生のレースが始まっているから、サラリーマンでも何でも一緒でしょ。それは仕事になってしまえば、学生の間はそれがまだね、なんか適当にやってても時間が過ぎてったら次の学年に行けるけど、そっから先は長丁場だからね。そうですね。仕事になるとその音楽家っていう結構リスキーな道を選んだことに今後悔はありますか？それとも良かったと思いますか？大学で他に選択肢もあった中でその音楽の道を行って自分で良かったと思ってますか？ここまで大きな挫折もなくうまくできたのは人に感謝とか、あと自分も頑張ったなっていう気持ちがあるけども、例えば就職するときにもし自分が就職するんだったらどんな仕事に就いてたかなっていうのがあって、音楽の作曲家とかミュージシャンとかっていう直接音楽の仕事をやらないんであればレコード会社に就職しようっていう気持ちもあったんだけど、で結局今の時代自分が大学生だった時には花形だってレコード会社のディレクターとかっていうのがレコード会社が倒産していろんな不況の中で前にさっき話したみたいにいっぱいレコード会社があった会社が全部淘汰されてしまって、で今思えば
あの時にもう自分がやっぱり音楽を自分でやる側でよかったなって。レコード会社のサラリーマンだったら今頃会社がもう潰れてると思う。レコード会社の内定もらってたって話聞いたことあるんですけど一応音楽を自分の活動はしてるんだけど、滑り止め一応そういう風な時もあったのね。でその時に東芝 EMI っていう宇多田ヒカルさんとかユーミンさんとかがいたような大きなレコード会社があって、イギリスの EMI レコードと東芝っていう電気の会社が合併して、子会社を作ったレコード会社があって、そこなら一流だし就職してもいいかなと思っていたんだけど、結局90年代にそのレコード会社は潰れてしまった。じゃあ結果的にもう音楽の道を選んでよかった。そう。では最後に若い作曲家たちへのアドバイスっていうのをいただきたいな。世の中のそのイノベーションの変化に対して音楽家としてどういうふうに対応するかっていうことが僕の人生の間で大きく変わってきたって。これから音楽家として活動しようとする人はもっともっと AI だったりそういうものにもしかしたら音楽家が取って代わられちゃうような世の中が来るかもしれないし、中で結局人ができることっていうのは歌うこととかいいメロディーを思いつくとかっていうことなんだけど、それがこのイノベーションを使ってどうやって素晴らしい作品に変えていけるのかみたいなことを世の中の流れとともに自分が考えていくっていうことがやっぱり必要だなと。でだからどんどん本当に変わっていくので、それでもだから音楽の仕事としてやっている人たちはやっぱり残ると思うけど、もしかしたら今スコアを書いたりして録音したりする仕事っていうのが全部 AI に取って代えられちゃうかもしれないし、でもやっぱり音楽みんなやると思うので、そういうふうにイノベーションとかをやっぱりちゃんと情報を持ってアンテナ立てて、要するにこれから先の世の中がどういうふうに変わっていくのか、そこら辺をちゃんとことにつなげられる人、そういう人しか多分もうやっていけないし、でもこれは音楽だけじゃなくてどんな職業でも一緒だと思うので、そこを本当に大事に、そういうことにすぐにレスポンスできたり、自分の中にこう取り入れて新しいものを逆に自分から生み出しちゃったりとかいうことができるのも若いうちだけなので、そういう音楽家としてのスキルだけじゃないスキル、そこのところがキーになってくる。ご自身がその音楽スタイルを変えたとかそういう経験とかっていうのはあるんですか、具体的に。今話してたように、例えば最初のうちは音楽を録音するのにテープレコーダーに向かってみんなでせーので演奏してたのが、ある時コンピューターを使ってコンピューターの中に録音するようになって、そしたらさらにシンセサイザーというのが登場した後にそれを弾いたらデータになって、そのデータを使って録音したりとかで、だから最初は普通に弾いてたのがいつの間にかシンセサイザーをプログラミングする能力が必要になってきたりとかっていう風に、最終的に思いついたメロディーは一緒だけど、そのイノベーションによってやることが変わっていって、そこでコンピューターの変化についていけなかった人は多分その実態で音楽が終わってて、本当の先端でプロの最前線で音楽するっていうことをやり続けることは多分できなかったので、
自分の中でもその経験というのはあるけど、でももっとこの先もっと流れは速くなると思う。そうすると世の中の技術革新とかっていう流れも大きく人生を左右するっていうことになるので、だからこれからの時代の人はその技術革新、もうこれから大きく技術か、そのテクノロジーとかイノベーションとかが変わっていくと思うので、その時に淘汰されちゃう仕事っていうことがあるので、そこはやっぱりね、作戦を考えて見通していかなければいけなくて。では今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。改めて松本明彦さん、今日は本当に貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。今日のような僕の話が皆さんの参考になって何か気づいたりしてくれれば嬉しいなと思います。はい、本当に今回はテクノロジーの進化が進み、世界が著しく変化している現在において、今進路を決めようとしている若者が悩んでいることやわからないことに対して指針になるようなお言葉をたくさん聞きたいような気がします。仕事を選ぶときには時代の変化を見極め、それに応じた戦略を立てながら自分の道や本当にやりたいこととリンクさせていくことが本当に重要なんだと感じました。次回はロサンゼルス在住のピアニストのナオミさんに彼女の人生の話について伺います。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。